ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ先生じゃらがぼーさあということで今日も日本のニュースについて紹介したいと思います、このチャンネルでは外国人の人が分かりやすい日本語で話します。最後まで聞いてどのくらい分かったかぜひぜひチェックしてみてください。1回目はスマートフォン、パソコンを見ないで聞いてください。2回目はパソコン、スマートフォンを見てこの字幕を見てください。さあ、今日のニュースは安倍元首相の国葬についてです。国葬は英語で National Funeral です。で、皆さん国葬について知っていますか？国葬とは国のために頑張った人のお葬式のことです。特にこれは国の税金を使って行われます。昔は天皇の命令によって行われた国葬令という法律がありました。でも戦争の後、その国葬令がなくなりました。国葬の他に政党 political parties と国が一緒に行う合同葬というものがあります。合同葬の場合は政党のお金と国の税金で行われます。今回安倍元首相のお葬式は国葬なので少し問題になっています。じゃあ次に今までどのくらい国葬が行われたのか、いくらぐらい国葬にお金を使っていたのかを見ていきましょう。戦争の前、国葬が行われたのは4人だけでした。伊藤博文、山形有朋氏、松方正義氏、西園寺金持氏だけでした。戦争の後、国葬が行われたのは吉田茂氏だけでした。つまり、ほとんどの偉い人のお葬式は合同葬だったのです。政党と国の税金を使いました。国葬なんてめったにやらないと考えて大丈夫です。今回の安倍さんのお葬式が国葬だったことはとても特別だったのです。じゃあ国葬をするときにどのくらいお金がかかるか皆さん分かりますか？実は2000万円から1億円です。これは年々高くなっています。そしてなんと今回の安倍さんの国葬は16億円でした。とても高いですよね。そして今回一番問題になっているのはどうして合同葬じゃなくて国葬にしたかということです。実ははっきりとしたルールがありません。岸田総理大臣は次のように言っています。安倍氏は首相として最も長く国のために頑張ってきた。それから外国からの評価も高いという理由です。でも国会で何も議論していなかったのでいろいろな意見があります。私の国との関係を良くしてもらえた。だから国葬は賛成。物価が上がったりコロナウイルスのことで生活が大変な国民がたくさんいる。そこにお金を使ってほしい。もう葬儀は終わっている。お金をかけて国葬しなくてもいい。海外からの偉い人に参加してもらって外交が良くなるならいい。16円も税金をかけるなら他のことに使ってほしい。もう国葬をやることが決まっているから今から何を言っても仕方がない。今国葬を中止できないなら海外に日本のいいところを見てもらいたい。反対の声を上げてもやめないのは民主主義の国じゃないと思う。税金を使うのに国会で何も話し合わないで進めるのは良くない。ある調査によると国葬に賛成の人は 38%、 国葬に反対の人は 51%、 どちらでもない人は 11% でした。今回の安倍首相の国葬についてどんな意見を持っていますか？
もしよかったらコメント欄で教えてください。私は国葬について意見がありませんが、安倍さんが国のために頑張ってきたことに本当に感謝しています。はい、ということで今日は安倍元首相の国葬についてのニュースをお伝えしました。皆さんどのぐらいこの日本語が分かったでしょうか？このチャンネルでは外国人が日本語を勉強するためのビデオを作っています。もしよかったらチャンネル登録、それから高評価よろしくお願いします。それではまた次のビデオで